Mr. Japanese Channel。ケンゾー、アキ、ちょっと待って。私のお箸が折れちゃった。どうしたの？今朝、お弁当を食べてたら、パキって。見て、真ん中で折れてる。で、新しい色買うでしょ？コンビニで100円だよ。そう思ってたんだけど、ホストマザーが見つけて、なんて言ったの？もったいないって。そして、接着剤を持ってきて、直し始めたの。お箸を？ 100 円のお箸を？そう。しかも、すごく丁寧に。まるで宝物みたいに30分もかけて。それは、もったいない心だね。でも、なぜ？新しいのを買う方が簡単じゃない？簡単さについてじゃないんだ。もっと深いものがある。深い？お箸なのに？お箸だからこそ、それが今日のトピックに完璧につながる。本当に？なぜ日本人は壊れたものを捨てないのか。そして、その背後にある美しい哲学とは。さあ、ミスタージャパニーズチャンネルへようこそ。私はケンゾです。私はアキ。そして私はミツキ。あのお箸の話。まだ信じられない。みつき、物を捨てるとき、どう感じる？何も？ゴミはゴミでしょ？日本では、ゴミさえも敬意を持って扱われる。ゴミを？もったいないという言葉がある。英語に訳すと、無駄、残念。でも、それだけじゃない。もっと、物の命を尊重する感覚。物に命があるの？ある意味でね、日本の伝統では、すべてのものに魂がある。お箸も、服も、おもちゃも。だから、簡単に捨てられない？まさに、捨てると思うんじゃなくて、そのものとの関係を終わらせると考える。それは、美しいけど、複雑そう。最初はね。でも今日、7つの瞬間を通じて探求する7つの洞察。あなたのものとの関係を完全に変えるかもしれない。7つ？何を学ぶの？信じて。最後には、そのホストマザーが30分かけてお箸を直した理由が完全に理解できるよ。そして、あなたも同じことをしたくなるかも。まず基本から。もったいないって本当は何？無駄にしないってこと？表面的にはそう。でも日本文化ではもっと深い。どう深いの？もったいないは、物の本質的価値を認識すること。使える間は使い続ける。便利さについてじゃない。尊重について。物を尊重する。そう。なぜなら、誰かがそれを作った。時間をかけて、心を込めて。材料は地球から来た。だから捨てるのはすべてのエネルギーを無駄にすること。作った人の努力。地球の資源。物自体の可能性。うわぁ、そう考えたことなかった。それがもったいないの核心。単なるケチじゃない。感謝の実践なんだ。OK。日本の家にいると想像してる。朝7時。何が見える？キッチン。ホストマザーが朝ごはんを作ってる。お米を研いでる。水が白く濁ってる。その濁った水、どうすると思う？捨てる？西洋ではそうだね。でも日本では違うの？見て、ホストマザーがその水をボウルに集めてる。なぜ汚いでしょ？汚くない。栄養がある。
お米のでんぷんが溶けてる。庭に持っていく。植物にあげる。野菜が元気になる。米の研ぎ汁をもったいない。捨てられるものは何もない。すべてに使い道がある。すごい。次に、昨日の味噌汁が残ってる。半分だけ。それは捨てるでしょう。古いから。見てて。ホストマザーが新しい野菜を加える。豆腐を入れる。温め直す。リメイクしてる。もったいない。味噌はまだ美味しい。出汁もある。なぜ捨てる？新しい命を与えればいい。でも安全？昨日の食べ物だよ。ちゃんと保存すれば大丈夫。日本人は何百年もこうしてきた。食中毒より無駄を恐れる。もったいないを分解しよう。4つの漢字で書く。4つ？大変そう。おったいない。でも普段はひらがな。もったいない。意味は、無は否定。たいは形や本質。ないも否定。つまり、本質がないわけではない。ややこしい。簡単に言うと、物はまだ価値がある。使い道がある。捨てるには早すぎる。じゃあ、もったいないっていうときは、まだ価値がある。って意味。そう。例えば、誰かが半分残ったパンを捨てようとする。もったいないって言う？まさに、そのパンはまだ食べられる。ラスクにできる。パン粉にできる。鳥にあげられる。別の例。古い T シャツに穴が開いた。捨てる。もったいない。雑巾にできる。クッションの中身にできる。布として使える。すべてに第二の命がある。第2だけじゃない。第3、第4。日本では物は何度も生まれ変わる。それがもったいないの美しさ。終わりを見ない。可能性を見る。より深い真実は、もったいないは仏教から来てる。仏教。すべてのものは相互につながってるという教え。お箸と私がお箸を作った木。木を育てた土。雨、太陽、職人。職人の家族。すべてがそのお箸の中にある。だから捨てるとき、すべてのつながりを切ってる。まさに。だから日本人はいただきますという。食べる前に。知ってる。いただきます。でも意味は？食べます？もっと深い。命をいただきます。みとじをその食べ物になった植物や動物の命、育てた人の努力、料理した人の愛。すべてを認識して、感謝して、それから食べる。だから残すのはもったいない。その命を無駄にすること。うわぁ、急にプレッシャーを感じる。プレッシャーじゃない。つながりの認識。そして、それがすべてを変える。クイック質問。もし明日何か一つ捨てる前にもったいないと言ってみたら、一つだけ？一つだけ。本当に使えないか考えてみる。みんなに考える時間をあげよう。古い靴下、破れたノート、残った野菜。何でもいい。ただ一瞬止まって聞いてみる。本当に終わり？他に使い道は？それだけで変わる？その質問だけで意識が変わる。そして意識が変わると行動が変わる。小さなステップ、大きな影響。まさに。理解してるね、みつき。OK、新しいシナリオ。京都の古い家にいる。
何が見える？すごい、この家、100年以上経ってる。でも、完璧な状態。どんな感じ？木の床、少し傾いてる。でも、美しい。柱に小さな傷がある。その傷、何だと思う？損傷？修理が必要？違う。歴史。その家の物語。物語？その傷、多分50年前の台風から、この柱が家を守った。その傾いた床。多分、子供たちが100年間走り回った。だから直さないの？なぜ直す？完璧に機能してる。そして傷は、美しさを加える。傷が美しい？金継ぎって知ってる？聞いたことある陶器の修理？そう。茶碗が割れたら、金で継ぐ。割れた線を隠さない。強調する。金で。なぜ？なぜなら、その割れた線は物語。その茶碗の旅。修理することで、もっと価値が上がる。もっと美しくなる。もっとユニークになる。西洋では傷を隠そうとする。完璧に見せようとする。日本では、傷を祝う。不完全さを受け入れる。それがもったいないの一部。物の歴史を尊重する。完璧さより真実を大切にする。金継ぎについて話そう。発音は金継ぎ。金継ぎ。金で継ぐ？まさに。金は金。継ぎは接合をつなぐ。でも、高そう。金を使うなんて。それがポイント。壊れた茶碗に最も貴重な素材を使う。なぜ？その茶碗が価値があるから。使われてきたから。愛されてきたから。新しい完璧な茶碗より、修理された茶碗の方が価値がある。本当に？本当に。茶道では、授継ぎされた茶碗は特別扱い。景色って言葉がある。茶碗の風景。風景？釉薬の流れ、色の変化、そして金継ぎの線。すべてが景色。その茶碗のユニークな美しさ。だから、二つとして同じものはない。絶対にない。特に金継ぎされたものは、割れ方が違う。修理が違う。物語が違う。そして使うとき、その物語を感じる。歴史を持つ。それは、深いね。言語だけじゃない。哲学。もったいないは、不完全なものにさえ価値を見ること。より深い真実は、日本文化は循環に基づいてる。瞬間。始まりと終わりがない。すべてが変化し続ける。形を変え続ける。桜を見て、咲く、散る。でも終わりじゃない。土に戻る？そう、養分になる。木を育てる。来年また花が咲く。それが日本の循環の美学。だから、もったいないは、その循環を断ち切ることへの抵抗。物をゴミとして捨てると、循環から外してる。でも再利用すると、瞬間の中に保つ。形を変える。でもエネルギーは続く。江戸時代、日本は世界で最も持続可能な社会だった。本当に？本当。100万人が東京に住んでた。ゴミはほぼゼロ。どうやって？すべてが再利用された。
古い着物、ほどいて新しい服に。それも古くなったら、雑菌に。それもダメになったら、燃やして灰に。灰は畑の肥料に。完璧な循環。何百年も。そして誰も環境保護なんて言葉を使わなかった。ただ、もったいないだった。よくある間違い。その1。もったいないをケチと混同する。よぜかも。違う。ケチはお金のため、もったいないは尊重のため。ケチな人は安いものを買う。使い捨て。じゃあ、もったいないの人は？質の高いものを買う。長く使う。大切にする。最初は高いかも。でも、一生使える。そっか、投資だね。まさに。その2。何でも取っておくこと。うちのおばあちゃんがそう、箱を全部取っておく。それはもったいないじゃない。ホーディング。もったいないには判断がある。これは本当に使える？使い道がある。ないなら、手放す。でも敬意を持って。リサイクルする。寄付する。その3。もったいないは古臭いと思うこと。いがうの？全然。今世界中がサステナビリティを話してる。日本は何百年も前からやってた。もったいないは未来の知恵なんだ。クールだね。超クール。環境活動家のワンガリマータイももったいないを世界に広めた。彼女は言った。この言葉には英語にない深さがあるって。さあ、今週のチャレンジは？今日から7日間、何かを捨てる前に止まって、もったいないと言ってみる。そして考える。本当に終わり？他に使い道は1週間だけ。そして数えて、何個救った？何個に第二の命をあげた？コメントで教えて、聞きたいよ。一つの言葉。7日間。何が起こるか見てみよ本当のことを話してもいい？う。もちろん。初めて日本に来たとき、ホストファミリーに驚いたことがある。何？ホストファザーのシャツ、襟が擦り切れてた。でも、毎日着てた。気になった。正直、ちょっと。だって、ホストファミリーはお金持ちだった。大きな家、新しい車。でも古いシャツ？そう、理解できなかった。ある日、聞いちゃった。新しいシャツ、買わないんですか？って。なんて言われた。ホストファザーは、笑った。優しく。そして言った。このシャツ、30年着てるんだ。30年。息子が生まれた日に妻が買ってくれた。息子はもう30歳。それは、毎朝これを着ると、息子が赤ちゃんだった頃を思い出す。最初の一歩、最初の言葉、すべて。シャツが記憶の器になってる。そう。そして言った。襟は古い。でも記憶は新鮮。なぜ捨てる？それで？泣いちゃった。その場で。みつき。だって、わかったんだ。もったいないって、物についてじゃないって。何について？つながり、記憶、愛。物を通じて感じる人生。そして家に帰って捨てようとしてたものを全部見た。古いぬいぐるみ、
色あせた T シャツ、どうした？全部取っておいた。それぞれに物語があった。それぞれが私の一部だった。それが本当のもったいない。物の価値を見ること。でも、それ以上につぐり手。物の中に自分を見ること。そう。そして今、あのお箸を見ると、ホストマザーが30分かけて直した理由がわかる？眼前にお箸じゃない。毎日一緒に食べた朝ごはん。会話、笑い、家族。クイックシナリオテスト。引っ越すとき、古いマグカップを見つけた。ちゃけてる。新しいのがある。どうする？ A、捨てる。もう使わないから。B、なんとなく取っておく。それとも C、なぜ大切か思い出して決める。C を選んだなら、もうもったいないの心を持ってる。そのマグカップ、誰がくれた？どんな朝に使った？何を感じた？物語を思い出して。それから決める。意味があるなら取っておく。ないなら感謝して手放す。どっちでもいい。意識的な選択なら、もったいないは何でも取っておくことじゃない。何を保つか意図的に選ぶこと。これマスターできたと思う。でも、現代の消費社会では、それ毎日新製品が出る。買って買ってって。もったいないと現代生活のバランス。それは芸術全体。今教えて。次回、ミニマリズムともったいないの交差点。待って。楽しみにしててね。次回も見たいなら、ミスタージャパニーズチャンネルを購読してね。コメントで教えて。あなたがもったいないと感じた瞬間は？そして、あなたの金継ぎの物語は？修理して大切にしてるものは？違う文化を学ぶって、本当は何だと思う？何？新しい言葉を覚えることじゃない。新しい目で世界を見ること。探求するすべてのことだ。学ぶすべての概念。私たちに教えてる価値を見ることを、つながりを感じることを。そして、もったいないは、最も美しい教訓の一つ。物を大切にすることは、人生を大切にすること、記憶を大切にすること、地球を大切にすること。学びは世界への架け橋です。新しいアイデアに心を開くとき、言語について学ぶだけじゃない。もっと見る人になる。もっと感じる人になる。もっとつながる人になる。一緒にいてくれてありがとう。次回まで学び続けて、成長し続けて、大切にし続けて。みんな、もったいないの心で